世界で活躍する人にインタビュー。 You Know Me Podcast。 この番組はマキオとショーンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。 Spotify と YouTube では音声だけではなく動画でお送りしておりますので、こちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。ゲストはアメリカ・ダラスで11月よりレストランヒロズキッチンを開業されたヒロさんとナミさんご夫婦です。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。もうすぐ今年2024年も終わりということで、クリスマス。クリスマスなんですけど、はい、終わりに近づいておりますので、今年1年間で買って良かったもの、そして買って後悔したものをお互いをちょっと出して反省。はい、しましょうということで、まず買って良かったものからいきたいと思います。私が、買ってというか、家の鍵なんですけれども、この今台湾の住んでるお家、マンションの家の鍵が、なんか前はすんごいちょっと硬いし、めちゃめちゃ重厚感のある鍵で、はっきり言って片手じゃ回せないって感じのすごい鍵だったんですよ。だからいつも、なんか荷物とか持ってたら置いて、両手を使って開けなきゃいけないみたいな感じで、すごい大変な鍵で、ずっと前に一回聞いたら、ちょっと特殊な鍵だから、それは交換できないって言われたからずっとその状態だったんですけど、今回ちょっと業者さんに見てもらったら、うまく交換できるっていうことになりまして、めでたく、一般的な、もうちょっと軽い鍵に、ちっちゃいしね。そう、変更ができて、片手で回せるみたいな。重くないみたいな感じで。ちっちゃいポケットも入られる。前のやつ全然ね。大きくてね、なんか、すごい頑丈で、これはもう泥棒は入れないだろうみたいな感じはあったけど、でも、全然。自信があったら出れない。逆に。だけど、本当にその鍵が変わったことで、意外とそこでストレスを感じていたんだなっていう気づかないうちに。すごい楽になったのが良かったものです。はい。はい。私、良かったものは、最近ソフトウェアの一つは、Perplexity を買いました。ちょうどブラックフライデーだから5ドルで。AI ね。AI の、はい。つまり、Google の代わりに一つの、ツールというんですか。皆さんが思うとチャット GPT は聞いたことあると思うんですけれども、チャット GPT ではないまた別の、AI ツールですね。そう。この、本当にリサーチは、便利なんですよ。何個も列、例えば今日の天気はどうですかってすぐ来る。でもちょっと待って、今年買って良かったものの話して、ブラックフライデーってついこの間じゃん。うん。先週とかの話。今年じゃん。そうだけど、今年2024年買って良かったものの話してんのにさ、先週の話してどうすんの？うん。はい。とりあえず便利です。もし皆さんは、リサーチするときに、こういう道具を、ツールを使えば、本当に一瞬で10個渡してくれるんですよ。便利です。じゃあ次、買って、反省したもの、後悔したものになりますが、私はですね、春4月に日本に一時帰国した時に、MTC オイルっていうものを買ったんです。聞いたことありますでしょうか？なんか、日本ではちょっと話題になってたんですけど、そのオイルを、数滴、そのサラダとか、なんか食べ物に混ぜると、ダイエット効果がある。燃焼されるっていうのですごい話題になって、もう台湾でも売ってるけど結構高いから、日本に行った時にと思ってオイルを買ってきて、まだ開けてないです。使ってない。やばい。そっか。それがなんで買ってしまったんだろうという反省。うん。で、私は結婚する数前でソファー買ったんですよね。うん。でもそのソファーは多分質が良くないというか沈んでるんですよ。うん。で、座ったら長く座れないんですよ。座ったらすぐ、居心地悪いんじゃない？そう、床に座るぐらい、座った方が居心地が、いいと言えないんだけど、マシ。まし、そうって感じで。で、それを、改造したんです。うん。でも改造、それまた別エピソード言った方がいいかもしれないぐらいのトラブルはいっぱいあって。で、改造ができたんだけど、
そんなに変わってない。今まだ床に座ってるんです、私は。そのソファーをクッションが硬めのやつに変えてもらい、あと外のカバーも色変えて、生地ごと変えるっていうリノベーションしたんですけれども、あんまりすごい腕のいい人って感じではなさそうで、端っこ見るとちょっとなんかボロが出てる感じがあって。それはまだいいんだけど、長く座れないんですよ。私は長く座りたいんで、ソファーに。腰痛いんですよ。でもどうやってこの業者を見つけたんだっけ？たまにバス通った時に看板が見たんですよ。それだけです。もうさ、うさんくさいの塊だよね。何も口コミとかを見ずにさ、口コミはやばいんです。なんでそこに注文したのっていうので、お金も1万、いくらだっけ？ 1万5千円。5000元ぐらいだから7万円ぐらい結構してるんですけど、アメリカだと460ドルとか。うんもう全然してるけど、でも変えたからもう使わないともったいないよ。うん。たまにそこにくつろいでます。はい。皆さんの、買って良かったもの、後悔したものなどありましたら、ぜひコメント欄などで教えてください。今5人がコメントしてくれました。もっと増やしたいんです。そうだね。ぜひ、聞いていらっしゃる方でコメントしていただける方いらっしゃいましたら、ぜひお願お願いいしまします。す。本日の湯飲み。じゃあ本日のゲストはなみこさん、ひろとさんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。では、まず簡単で構いませんので、それぞれ自己紹介をお願いします。僕は落合博人です。お店ではシェフを担当します。新潟県長岡市出身のアメリカ7年目です。で、私が、落合奈美子です。アメリカは2009年からいるので、だいぶ長い期間アメリカにいて、ずっとニューヨークにいました。もともとはアーティスト、和太鼓をずっと叩いていて、おそらく牧雄さんも和太鼓叩かれてたとお友達から聞いたんですが、はい、和太鼓を叩いて、10年ぐらい和太鼓やっていて、で、まあ、いろいろあって結婚して、今ダラスにいるような形になります。お友達が皆さん、そちらのレストランにも行ったということで、私もインスタとかで皆さんがストーリーにアップしてる写真とか見てとても美味しそうだなというふうに拝見していて、私はね、まだちょっと距離があるので行けてないのが残念なんですけれども、ちょっとレストランなどについてお話をお伺いしていきたいなというふうに思っております。ではまず、こちらのレストラン、開業された経緯、どんなレストランなのかご紹介いただけますでしょうか？はい。ですね、今、お店は、ラーメン居酒屋アキラさんの中で、新しいコンセプトをスタートするという形でスタートさせていただきました。で、僕と、ナミさん2人で今やらせてもらっていて、コンセプトはフレンチジャパニーズ。フレンチとジャパニーズの、要素。フレンチの技術やテクニック。日本食の食材や、哲学や繊細さを混ぜたモダンなお料理を提供するのが我々のコンセプトです。お酒とナチュラルワインを楽しんでいただきたいのが僕らのメインのポイントで、ゆっくり楽しんでコース料理とアラカルトを提供しながらそこを飲んでもらいたいなっていうのが今やってるレストランですね。あとは混ぜラーメン。ラーメンのコンセプトは抜かないで、アキラさんと一緒にお仕事をさせていただいているので、アキラさんの方でトラディショナルなアキララーメンをやられているので、アキラさんの使われてた麺を使って私たちらしいお料理を作るっていうところで、スープはないけど、でも日本の混ぜラーメンとは違って、どちらかというとまさにフレンチ。フレンチっぽい。洋食らしい。麺をラーメンで使って食べていただく内容としてはちょっと洋食っぽいようなラーメンをやっています。これを聞いていらっしゃる方、いろんな地域の方がいらっしゃるので、ちょっと解説すると、アキラさんというラーメン屋さんが、ダラスにはありまして、結構有名で、日本人だけではなくって、本当に海外の方もみんな、アキラさんのラーメンがすごく好きで、アキラさんお人柄もあると思うんですけれども、っていうのでね、皆さんこぞって帰って、いつも私たちも行くたびに、行列で入れないなんてこともたまにあったりしたんですが、はい、そんな人気のお店の、一角を今は、空いてるところに入ってるという感じですかね。空いてるとこというか、アキラさん、今、ルイスビレの店舗2つあって、
片方がムーングローという、アキラさん本人がいらっしゃる、フュージョン、テイスティングコースをメインにされてるレストラン。で、その隣に、ラーメンアキラの店舗があるけど、でラーメン居酒屋の方を、僕らが参加させていただいたことで、ニューコンセプトという形で、なので言ったら、ムーングローのフュージョンと、アキラさんのアキララーメンがムーングローで食べれて、今もともとあったアキララーメンの場所でフレンチジャパニーズをやってるっていう感じなので、2つの店舗で今3種類の料理が出てる状況ですね。ちょっと複雑、わかりづらいんですけど。そういうことでしたか。こちらオープンされたのがいつでしたっけ？僕らの新しいコンセプトがスタートしたのが、今月11月の1日です。おー。まだ出来たてほやほやなったばっかりで1す。ヶ月経ってない。はい。新しいお店ということで、ぜひ、行ける範囲の方はね、行って試していただきたいなと思います。ヒュンさんは今までどちらでお仕事されたりして、こういったシェフ、腕を磨いていらっしゃったんでしょうか？まず日本にいる頃は、フレンチを中心なんですけど、結構いろんな多国籍なレストラン、メキシカンやイタリアンや、もちろん居酒屋なんかも含めて、いろんなところでキッチンを含め、サービスも含め、働かせていただいて、で、アメリカに来る直前に働いていたのが、ニューヨークに本店があるジャン・ジョルジュというフレンチレストランで、ニューヨークでは三つ星を取っていて、で、それの、支店というか、東京のお店、ジャンジョルジュ東京というところにいて、そこで、本当にグランメゾンというか、本当にトップレストラン、アメリカを代表するレストランのメニューや働き方や哲学みたいなものを、東京にいる頃には学ばせていただいて、で、その後、ニューヨークに来てからは、お寿司屋さんの立ち上げから参加させてもらって、そこでニューヨークのキャリアをスタートしました。お店は同じシェフ、ずっと上野紫音さんというすごいタレントなシェフの方とニューヨークにいる間ずっと7年間一緒にお仕事をさせていただいていて、その方とトータル2店舗、最初寿司アマデというレストランをマンハッタンのミッドタウンに、で、その後トライベッカに移って、シオン69レナウドというもの、どちらの店舗も、同じチームで、同じシェフと僕と2人で、2人でっていう言い方も変かな。キッチン2人でやらせていただいたというのが、僕のキャリアですね。そのニューヨークのお店はお任せ1本で、8席の小さいカウンターで、シェフの上野さんが寿司を作って、僕がキッチンのものやら、リバレッジやら、サービスやら、そういうものをやらせていただく。幸い、ミシュランの一つ星を、トータル7年間連続で取らせていただいて、っていうところですね。僕のキャリア、フレンチから始まり、アメリカに来てから日本食を学び、日本食、確かにそう、寿司とか和食は僕は日本にいる頃やったことがなかったんですけど、改めてニューヨークに来て、アメリカに来て、改めて、こんなに素敵なものなんだというふうに気づかせていただいたというのが僕のキャリアです。まさにじゃあフュージョンなキャリアですね。まさに混ざってますね。素晴らしいご経歴でわかりました。なみこさんは先ほども10年もいらっしゃったということだったんですけれども、ずっとそのパフォーマンスの活動とかをされてたんですか？そうですね。ずっと2010年から和太鼓を始めて、2017年までずっとニューヨークのポブというオフブロードウェイのストンプの宮本屋子さんというフォーマーの方が立ち上げた和太鼓のグループで、そこももう18年とかになるのかな、立ち上げてから。そこの10年弱をずっと関わらせてもらって、それこそ私は一回ダラスにパフォーマンスで来させてもらったことがあったりとか、アメリカ国内も何カ所か回ってツアーで回ったりしていて、結構いろんなところに行ってたんですけど、太鼓自体がね、清さんもご存知だと思うんですけど、すごく重くて、私が使ってる太鼓はもう20キロ超える太鼓がメインだったんですけど、もうそれをかなりの量で運ぶのもパフォーマンスっていう状況だったので、ちょっと体を壊して、もうちょっと足腰が、おばあちゃんみたいなことなんですけど、でもやっぱり怪我
もうちょっと、もう、耐えられ、もう本当アスリートみたいな生活をしていたので、そこからちょっと自分の考え方が変わって、ビザも変わるっていうタイミングで、その寿司あまねに一緒でお仕事をさせてもらう機会があって、そこからサービスと、ワインと日本酒を学んでいくっていう流れになって、そのままサービスを一生懸命やるっていう方向に変わって、今に至るという感じですね。そうだったんですね。いや、私は太鼓やったと言っても、趣味なので、全然その、ナミコさんがやっている規模とは、もう全くジャンルが違うものだ素と。人です。そう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 。いやいやいやプロフェッショナルとはわけが違うっていうところなんですけれども。いや、でも大変なのは想像がつくところですね。本当に。最初、聞いたところで、フランチと和食というコンビネーションは、日本だったら普通っていうか、結構あるじゃん、日本では。でも、アメリカでは、やっぱり、何これって思われる方があるんじゃないかと思って、お二人は反響どうですそう、どうですか？フレンチジャパニーズがないっていうのも僕らにとってはありがたかった。僕らはできること、できることっていうのもあれです。もちろんワイン好きだし、日本酒好きだし、で、僕、寿司屋で働いてたんで、日本の鮮魚の素晴らしさを知っていて、なおかつ、レストランのエンターテインメントとしてフレンチの素晴らしいところがあるっていうのが、全部あるところがあったら、いや、みんな好きなんじゃないかな。嫌な理由がない。私たちニューヨークがベースだったので、もともとが、二つ星、三つ星、もちろんジャン・ジョルジュもそうなんですけど、今もう日本の鮮魚を使うのが当たり前なのが、ミシュランスターを持っているニューヨークのフレンチのレストランの基本になってくるので、例えば柚子胡椒だったり、お醤油だったり、味噌だったり、出汁だったりっていう、日本で当たり前なワードというものが、シェフの人たちはみんな知っていて、幽庵焼きだったりとか、そういう私たちから日本人からした当たり前のワードを彼らは使ってミシュランのスターを取っていってるっていうのを目の当たりにしていたので、それを見たときに、じゃあもっと日本を出していきつつ、日本酒を出していきつつって思っても、そのミシュランのスターを持ってるフレンチのレストランのペアリングに行って当たり前のように日本酒が出てくるとか、皆さんも日本酒もご存知だったし、ニューヨークの、食通の方たちからすると、フレンチの中に日本の食材が入ってくるのは当たり前みたいなところもあったので、そこにもう少し私たちの知ってるより和に近い要素を加えていくっていう方がどちらかというと近かったのかな。フレンチジャパニーズっていうワードだけだとちょっとイメージつかないところもあるかもしれないけど、言っても皆さんお刺身だったり寿司だったりはもう馴染みがあるものだし、日本酒だったり、多分皆さんのご家庭に醤油だったり味噌だったりっていうのはあったりすると思うので、それと身の回り、皆さんも馴染みのあるフレンチというものが混ざったところは、確かに分かりづらいけど、入っていただければ大丈夫だと思う。と思いますね。インスタグラムちょっと拝見させていただきましたけど、特にね、私にとってちょっと感動しましたところは、ハヤシライスがあるというのが、ハヤシライス好きっすか？アメリカに住んだら、洋食食べれないんじゃないほとんど。オムライスさえもないんですよ。なのに、こういうのもメニューを出すのが、本当に見たら、感動、ハヤシライスもある。ちょっと悲しいな、今、ダラスいないということと、梅干しサルサというのが、サルサも私も大好きだし、で、梅干しがあるという、で、混ぜるのが、どんな味でしょうか？本当に気になるかなと思って、どういうふうにこの2つを出そうと思ったんですか？ハヤシライス結構反響が良くて皆さんに好評いただいているアイテムの一つですね。ハヤシライス自体の洋食と言われる由来通り、テクニックとかアイディアはもともとやっぱヨーロッパのフランスのもともといわゆる動物の出汁を使っていたりとか、ワインを煮込んでいたりとか、そういうテクニックに関してはすごくフレンチだったり、洋食の部分が強くて、
日本らしいものでありつつ、すごくヨーロッパっぽいものであって、僕の中では、カレーライスよりフレンチっていうか、カレーもすごいいい文化なんですけど、まあ、フレンチジャパニーズと言ってる手前、カレー出してても仕方ないって仕方ないんで、そうなった時に、喫茶店とか大好きなんで、そういうところにある日本らしいメニューって考えた時に、ハヤシライスは、結構もう一番最初に決まったメニューと言ってもいいかもしれない。もう僕らの場合は、玉ねぎ、マッシュルーム、あと赤ワインとかすっごく煮込んで、まあ、よりフレンチっぽい作り方、技術を使いつつ、言っていいのかな言っちゃっていいよね。別に言ってるしね。なんか、企業秘密大丈夫。まあ別に隠してないんでよくフォンドボーとか、そういう、動物性の出汁を使ってハヤシライス使うことが多いんですけど、僕らのメニューは、カツオだし、カツオと昆布の出汁を使っていて、よりちょっと日本のお出汁っぽい、動物ですごく重い雰囲気にならないような和な味覚に寄せている部分があって、そういう部分でも新しい経験になったり、味わいを求めていけるんじゃないかなっていう部分があります。もともとはなんかフレンチジャパニーズのコースをお父さんとお母さんが食べてる横で子供がハヤシライスを食べてくれたらいいなみたいなのを考えてたんです、私は。そしたら、本当にちゃんとした人が作ったら、ハヤシライスがすごい美味しいものに変わってしまったことに、逆に私がびっくりしちゃって、子供だとちょっと食べれないぐらい本格的になってしまって、当たり前なんですけど、だから今は、ちょっとだしと赤ワインを減らした、一応キッズ用のハヤシライスを作って、もうちょっとライトに食べれるハヤシライスをちょっと作ったりとか、料理作るの上手だと思ってたんですよ、シェフなので。だけど、こんなにすごいのを作ってくると思わなかったので、私が結構一番びっくりしました。いやー、もう聞いてるだけで、ね美味しそう。いや、ハヤシライスしようよ。よく私たち、アジアに戻ったら、日本にいたら、わざわざ日本に来てくれたら、なんか食べたいんですか？寿司、ラーメン、いや、ハヤシライス食べたい。オムライス欲しい。知ってる。だって本当にダラ少ないんですね。もう初かもしれない。もうラーメンはやっぱりね、洋もう食ね。台湾とかだともういっぱいあるんでね。お金払えばそれなりのが食べれちゃうっていうのがあるんですけど。みんなの想像のジャパニーズは、でも和食と考えて、でも洋食も、もう日本のものじゃないですか。これ。本当に、だから、ハヤシライス見たら、感動。先ほどの質問とちょっと被るかもしれませんが、この新しいレストランのこだわりポイントなどがありましたら教えてください。何をこだわってる？すべてこだわってるけど、でも、一番のこだわりは、今のところ僕らのレストランの根本っていう部分に、レストランは食べ物や飲み物だけを出す場所じゃないというか、レストランに来た時にいろんな理由があると思うんですけど、例えば親しい友達と楽しい時間を過ごしたいとか、大切な方とご家族と時間を過ごしたいとか、まあ、はたまた新しいものを食べるのを挑戦したいとか、お酒を学びたいとか、いろんな理由があって、レストランってエンターテイメントな部分もあると思っていて、そういう部分を僕らはサービスを、料理を通じて提供していきたいという部分があります。その中で僕とナミさん、今二人でお店をやっているんですけど、僕らがいるということが僕らのこだわりかなっていう、なんか、なんて言うんだろう、ちょっと食べて帰るっていう、そういう食事の時間ももちろんたくさんあるし、そういう場面もいっぱいあると思うんですけど、できればうちのお店に来ていただいたときは、僕らとを通じてというか、このお店を通じて、こう何か楽しい時間を過ごしていただけるようにという部分で、お料理だったり、お酒選びだったり、空間作りだったりという部分に、こう、気を張るというか、いろいろ全てにおいて丁寧にやりたいなという部分がこだわりですかね。お料理はもちろんだし、飲み物もそうなんですけど、空間作りは、もともともうアキララーメンっていう場所でね、この後ろもこんな感じなので、アキラさんが作られた場所に私たちが今いるっていう状況で、じゃあ何が変えられるかってなると、まあ、ヒロとナミっていうポジションの二
二人で一個で何かを作ってて、いつでも私たちはここにいるよっていう感じなドアが開けやすい場所。だから大事な時間にコースを食べても欲しいし、一杯だけなんかちょっと話をしに来てくれてもいいし、なんかちょっとアットホームな。誰でもなんかここに来てゆっくりできる。緊張はしないでちょっとゆっくりしてくれる。話しに来てくれるぐらいでもいい気持ちでお店をやっていたいなっていうような、ここの場所はルイスビレっていう場所もちょっとホームなところがあるので、なんかちょっとホーム感のあるスペースを作りていきたいなっていうのはすごくあります。さっきアットホームとおっしゃったんですけど、一つの飲み物が、店はラムネがあるよね。提供してますよ見ね。て。で、フレンチ、ジャパニーズでラムネが出るのが、本当になんてイメージ的に合わない。でも、個人的に感動する。あ、本当にこれで、アットホームって感じだよ。日本といえば、ハヤシライスとラムネっていう。なるほど。そういう考えに。ね、ちゃんと、なんか、格付けするんじゃないの皆さんはフレンチそうだよね。もっとと和高級な、食、みたいな高ね。級品な中にラムネ出るのが珍しいじゃないですか。こういう。まあ確かに。ね。まあそういう意味で言うと、そこにこだわりはないですね。そう、なんかなんか高級品を、フもランスうね、を送テイスティングコースだから、ラムネダメとか、コーラ飲んじゃダメとか、そういうことは逆にこだわってないかもしれない。それはもうお好きなようにっていうか、そこは楽しんでいただければって思って、需要があれば僕らも用意するし、まあ可能な範囲で。子供も来れる場所にしたかったので、まあこれから多分オペレーション的にやっぱ大人が大事な時間で使ってくれるような場所になりつつ、ちょっとずつこの2週間だけでもあるので、じゃあ子供が来れる日は何時までとか、お昼だけとか、週末2週に1回土曜日はもう子供フレンドリーデーにしますとかっていう風にしてもいいかなっていうのは今ちょっと考え中なんですけど、ラムネがもちろんどこででも買えるんですけど、少なからず私が子供の頃にラムネは自由には飲めなかったので、大事な時にしか飲まさせてもらえなかったから、じゃあそういう場所で飲ませてもらえるっていうラムネであることと、あとアメリカに来てラムネって結構大人も飲む飲み物だなっていう印象があるので、なんかジャパニーズソーダっていう呼び方をするのが結構あったので、なんかそれも楽しいし、あれをカラカラしながらラーメン食べてくれても、ハヤシライス食べてくれても嬉しいな。それもなんかちょっとスペシャル。私の時にの時はラムネはちょっとスペシャルなものだったので、なんかちょっとラムネは置きたかったかなっていうのがあって、ラムネは置きました。もう一つ気づいた。なるはい。ジャンバラヤも店提供してますよ。ジャンバラヤあれだ、タコライスじゃない違う。あ、タコライスか。すみません。ちょっと見間違えました。ちょっと写タコラ真を。タコライス、ジャンバラヤも、ケータリングでやったことあるんですけど、結構そういうスパイシーな料理、僕結構スパイスとか、ハーブとか柑橘とかそういうものをたくさん使ってお料理を作るので、ジャンバラヤだったりタコライスっていうのは、すごく好きなメニューですね。ほど。タコライス、絶対アメリカ人好きそうだよね。好きそうですよ。ただ呼び方違うんですよね。あ、そうなんだ。タコボーとか、タコライスは受けるよね。受けると思います。もう完全にチポレも似てるものに、はい。そう、やっぱテキサスなんで、皆さんこうタコスとかそういうものにはもうしっかり慣れ親しんでらっしゃる。特にまあ僕らの友達にもメキシコ系だったり、こう、ルーツが南米の方だったりする方がいらっしゃると、タコライスはトルティーヤが足りないみたいにはなってましたけど。ご飯じゃなくて。やっぱ巻きたい。僕もともと一番最初にレストランで働いたの、まあ居酒屋とか学生時代やってましたけど、ちゃんと社会人になって働き始めた1個目のレストランメキシカンで、タコス巻いてブリトー巻いてみたいなのが僕の一番最初のシェフのキャリアの一つなので、へー。メキシカンは僕の中では外せない。すごい、ここに来て生きるとは。メキシコ料理は本当に楽しくて、働いたレストランもメキシコ人がたくさんいて、もう、英語も日本語も喋れないようなシェフと一緒に働いていたので、それでも、こう、伝わる料理。どうやったら美味しくなるとか、オラーっていうところで、楽しめるっていうのは僕の中の本当に財産になってる
キャリアですね。でニューヨークはもう、ちょっとなんか、スペイン語そうねが喋れないとレストランは成立しないぐらいスペイン語を喋るイエーイ言語の人たちが半分以上なそので、こまで。だからもう最低限の会話はちょっとできないといけないぐらいな分、よくしてあげると彼らもなんかご飯持ってきてくれたりとかめ、ちゃめちゃいい人たちなん作りですよ。方を教えてくれたりとか、まかないでちょっとタコス作ってくれたりとか、やっぱそういうところの優しさっていうのはちょっとテキサスに来ても似てる空気感もあって、やっぱみんな優しい感じ。で、信頼し合えば、もう絶対お互いの信頼はもう崩れません、みたいなところは、ニューヨークにいた時にね、メキシコ人ないしは南米の方たちからね、学んできたので、なんかそういうところでは、その彼がメキシカンを作れるっていうのは、よりコミュニケーションが取りやすい一個のルーツだった。友達になりやすい。すぐに懐に入れますね。私たちのアジアの友達よく言われたのが、なんかテキサスはアメリカンフードは美味しくないとかと言われてるんだけど、私いつも言ってるのが、ちょっとメキシカン料理を食べてみなというですね。本当にアジア系に、なんていう、味が似てるよね。いろんなスパイスとか、似てます。味見とか似てます煮込。み物とか、本当に美味しいですね。なんか食べない人は本当に損だなと思って。メキシコ料理と日本食、まあ、食材とかは全く違うと言ってもいいかもしれないけど、結構こう、生魚彼ら食べるし、小さい料理をたくさん食べたりとかするし、米も食べるし、結構食文化としてはそんなに遠くはないと思ってますね。そもそもニューヨークからダラスに来られたっていうのはどういった理由があったんでしょうか？ダラスに僕らは初めて今年の1月に旅行で来たんですけど、一緒にね。一緒に。コービットの期間に僕らの親しくさせてもらっているいくつかの家族の方が、テキサスに引っ越されていて、で、その方たちに、ダラスいいんだよね、テキサスいいんだよねってずっとお話を聞いていて、で、僕らも今年の正月にお休みがあって、じゃあみんなに会いに行ってみようって言って、旅行をしに来たんですね。そしたらなんか思った以上にも空港着いた時からすごい二人とも、なんか居心地いいねってなって。で、空港から出たら空が広いし、なんか寒いニューヨークから来たと思ったらふわって暖かくて、なんかその時にすごい二人とも好きになった感覚があって、で、4日5日経って帰りにはもう、ダラス引っ越すっていう会話が出ちゃうぐらい。で、2月にもう一回決めるか決めないかで見に来ようって言って、弾丸で1泊2日で来て、でもダラスに引っ越そうって決めて、7月末に引っ越してきました。即決じゃん。急に決めたから何も分かってないからいろいろ調べている中で、牧雄さんの YouTube をすごい見させていただいてた。引っ越し、ダラス、どうやって住むみたいな。めっちゃ見ました。家の選び方恥ずかしい。すごい。でもそれもあったから結構不安も少なかったよね。日本人の人がちゃんと説明してくれてる動画を見てね。で、見てる人もたくさんいて、ああ、本当なんだなって感じだったよね。なので、第3の理由の一つに安心な YouTube のチャンネルがあって、情報をいただきました。そうだったんですね。まさか私はその決定に一役買っているとは思いも知らず。私いないんだけど。そう、私いないのに。そのレストラン、今月開業にあたり、大変だったことたくさんあると思うんですけれども、何かこれはというものがありましたらお願いします。大変だったんですけど、急に決まって。結構急に決まったというか、もう、アキラさんがすぐ、こう、僕らのお願いを受け入れてくださって、すごいスピードでこのプロジェクトをスタートさせていただいているんですけど、僕らも初めてのビジネスだし、そういう部分で言ったら大変じゃないことがないんですけど、そういう中でやっぱ一番大変なのはやっぱりお客様に来ていただくことというか、僕らもまだこちらに引っ越してきて3ヶ月ちょっとぐらいで、そんなに皆さんとまだコミュニケーションが取れていないというか、そんなにネットワークも広くなく、僕らの認知もないので、お客さんに来ていただく集客っていう意味では、
今一番大変な部分ではある反面、これが一番皆さんに助けていただいている部分でもあって、これ僕らがダラスを選んで一番良かったと思っていることの一つなんですけど、本当ダラスの人たちが本当に優しくて、本当に人間味があって、すぐこう友達に紹介するよとか、食べに行くよ。食べに行くよって言って、社交辞令じゃなく、本当次の日来てくれるとか、一回じゃあ本当、君たち本当良かったって言ってくれて、その次の週に友達連れてきたよ、家族で来るよっていうのを、本当にやってくださるっていう意味で、本当に集客が大変なんですけど、そういう部分でその人の優しさを感じている。感謝をできることが多かった分、大変だったことがちょっと消えてってしまうというか、不安がいっぱいで、11月1日からとりあえずもう私たちがここにいるよっていうことを伝えるためにドアを開けようって言ってオープンってしてみたら、私たちの気持ちをほぐすためにみんながドアを開けてくれて、大丈夫だよっていうのをすごい言ってくれて、なんかそれのおかげもあって私たちもなんか不安が減ってくからどんどん新しいことをやっていけたっていうのが大きくて、全部大変だったけど、全部こう、その大変な時々に誰かが寄り添ってくださったり、僕らの頑張りを後押ししてくださって、乗り越えてこられたので、さすがにちょっともう大変で、連日なんか深夜朝方まで仕込みを続けてたら、顔色が悪い私たちを見て、アキラさんがさっとレッドブルを持ってきてくれたりとか、もうなんか何も言わずにさっと持ってきて、置くだけ置いて去っていくみたいな。すごい。そんなちっちゃなことかもしれないけども、何を言わなくてもそういうことをみんながしてくれるというか、ニューヨークもみんないい人だったんですけど、でもそんなに短時間でこう近くなれないのに、どういう友達なのって聞かれても、でも会って3回目だからねって2人で言っちゃうみたいな。でももうすごい仲のいい友達になれるっていうのが、すごく幸せで、大変さをちょっと忘れつつある。忘れさせてもらいますね。でも実際はいっぱいあるんですよね、多分。グラスとかがね、足らないとか。そういうとこはいっぱいあるね。現実的なことで言うと、忙しいとお皿が足らないとか、グラスが足らないとか、2人で回してるからもう、洗う時間はなくて、どんどん作ってるから、営業終わったらシンクの中はもう山盛りの20人分のお皿があるとか、もうなんかそういうのとかはもちろん大変なんですけど、幸せの方がちょっと多くて、こんなにスタートを幸せに切れて、この後何かが起きるのではないかという不安でいっぱいです、逆に。すごくいいストーリーで、なんかでもわかるよね。やっぱりそのテキサスの人、まあね、地域性柄なのかちょっとあれだけど、みんなこう、まだ会って数回なのにすごい近いみたい数な。回でもない、1回でもあるよ。あるよね。一回で、うちに来るあ、じゃあ、誰ですかあなたみたいな感じだけど、みたいな。今後は挑戦したいことは何でしょまず日本に帰りたい。そうね。それは挑戦ですね。大事大事。旅行に行きたい。もともとはそれこそ12月はニューヨークに一回帰る予定があったんですけど、このお話が始まってお店が開いたので、本当にお話いただいたの10月末で、10月20日とかで、そっからバーってここまで来てしまったので、お店が開いてるのにニューヨーク別に大きな予定があるわけではないのに、じゃあやめようかってなって、1月に帰る予定もあったんですけど、まだチケット取ってないし、お店開けたから、じゃあちょっと待つかっていうのがちょっと2つ続いてしまったので、もうちょっと落ち着いて、できるようになったら親にも会いたいですしっていうのはあるんですけど、あとはね、もちろんここもここだけど、ちゃんとね、自分たちのコンセプトをもっと明確にしたレストランを開けるっていうのは将来的なね、ダラスの目標ですね。今この店でもテイスティングコースとアラカルトとどっちもやらせてもらっているんですけど、そういう僕らがもっとやってみたい食と飲み物のペアリングだったり、もっと日本酒のフライトというか、もっと勉強になるような、もっと酒を経験してもらったりとか、今まで飲んだことがないワインをご紹介させていただいたりとか、そういう部分を含めた
レストランの構成っていう部分にももっとチャレンジしていきたいなと。こう、まあ、二人しかいないので、バタバタし始めちゃうと、もう僕らの話、お客様のコミュニケーションが取る時間がどんどん少なくなってしまったりとか、体制が整っていないので、そういう部分をもっとこうブラッシュアップして、綺麗にしていきたい。その先にもっとお客さんが満足していただける、こうサービスが、僕らがもっとできる部分があるんじゃないかっていうところでは、これからの、そこは調整になると思いますね。ここではない場所で一から自分たちのものを作っていくというか、もう家具から壁からすべて自分たちのものの目標で作るっていうのは元々の目標ですね。それはもうハードの部分ではそう。でも今アルバイトとかもまだ雇っていらっしゃらないってことですか？まだ1ヶ月経ったここに来始めてっていうぐらいなので、まだあとはまあ。めちゃくちゃ大変ですね。でも、二人だから多分ちょっとずっと一緒にニューヨークのお店でも働いていたので、お寿司屋さんで、何が得意で何が苦手かっていうのをお互い分かった上で、まあ夫婦ですし、仕事のパートナーなので、だから逆にまだ人がいないからできる。ね、新しい人が来たらその人を守ってあげなきゃいけないっていう新しいものが生まれるので、まだそこにまで行き着いてないところがありますね。まだ二人でできる範囲ですね。むしろ二人だからこそ生み出せてる部分もあると思う。いずれは誰かね、もう一人、私たちが一緒に働いて、その人を守ってあげなきゃいけないっていう形で、働いてくれる人が増えていったら幸せなことかなとは思う。お店も大きくしていきたいしっていうのはもちろん将来的にはあるので、それは僕らの挑戦には今後なっていくと思います。じゃあちょっとお店の概要についてなりますが、お店の住所については、私のポッドキャストの概要欄に書いておきたいと思います。あと、インフォメーションなども載せておきたいと思います。営業時間とかは現在どんな感じでしょうか？ランチ、ディナー両方開けてはいるんですけど、ケータリングだったり、他のお店でポップアップさせていただいたりっていうのがちょっとあるので、基本的には週6日空いてて、水曜日が休み。ただ日曜日のディナーが閉まってて、月曜日のランチが閉まってるっていう、ちょっとフレキシブルなスケジュールにはなってるんですけど、火、木、金、土は昼夜空いている。日曜日がランチ、月曜日がディナーっていう6日間の営業で今は行ってます。行くときは予約とかした方がいいんですか？予約していただけるのが一番ベストだとは思うんですけど、予約がなくて来ちゃったけどっていう方ももちろんウェルカムです。まあ予約がベターということで、お子様連れとかでも大丈夫？はい。テーブル席もありますし、カウンター席もありますし、どちらもあるので、お子様連れももちろん大丈夫。ただこれからもしかして需要によっては、時間制限が出てきたりとか、早い時間だけにしていただくとか、あとは週末だけになるとかっていうのは出てくる可能性はあるんですけど、今のところ私たちの中ではできれば、すべての人がここに来て楽しく過ごしてくれたらいいなと思っています。まあそのあたりの新しいインフォメーションもおそらくインスタグラムとかにね、掲載されるのではないかなと思いますので、皆さんにチェックしていただければと思います。二人にとってこのフュージョンとは何でしょう？フュージョンとは？はい。食べ物のフュージョン。だから、いろんな混ぜてるんじゃないですか。ミックス。ジャパニーズ、フレンチだとちょっと限られてるから。お二人のこの料理のフュージョンとは何でしょう？自分を認めてもらい、相手を認めることかな？なんて言うんだろう。僕がアメリカに来た理由の一つは、日本人以外の方がどういうふうに生活されているかとか、どういう言葉を喋られているかとか、どんな環境があるのだろうかとか、そういう興味で僕はアメリカに来たんですけど、それ自体もフュージョンかな。日本人がもうアメリカにいる自体でフュージョンだと思うし、相手がいて自分がいるっていう、もうそれが当然、相手の意見が違って当然、自分が自分であって当然っていう部分がある。それがこう交わっていったりとか、認め合って、高め合ってっていう風になっていくのがフュージョンわかんないけど。いや、素晴らしいお答えだと思います。一個じゃできないので、フュージョン。
2つないと、うん複数ないとできないっていう意味では、本当に個人ではできないし、まあ一国ではできない、一つの文化では成し得ないものなので、それ以上にこう、寛容性だったり、認める力、リスペクトっていうものがあって生まれるものかなと思います。まあ、アメリカらしいっちゃアメリカらしい。私、もともと和太鼓を叩いていたときに、太鼓を叩いてるのかダンスをしてるのかわからないようなグループだったので、その太鼓グループの言ってたのが、ダンスライクドラミング、ドラミングライクダンシングっていうのを掲げていたので、私の中でもなんか日本っていう空気を持ちながらアメリカを表現していくっていうことをずっとしていたところがあるから、そうなってきたときにフュージョンってなんだろうってなってきたときには何か一つを持っていることで次のものを合わせられるっていうのがちょっとあるのかなと思うので、まあもうほんとさっきの認め合うじゃないけど、私は日本人として自分が自信を持って頑張ってる中に何か新しいものを加えることでより爆発的ないいものが出来上がるっていうのは根本を持ってるからちょっとできるのかなっていうのが思うので、自分らしさを持ちながら柔軟性を持っているっていう力によってフュージョンは爆発的に良くなるかなというのが今パーッと思った感じ。素晴らしいお答えで、そのスピリットがね、きっとお料理にも表現されて、テキサス、ダラスに住む方にとってはね、きっと美味しいお料理がいただけることになると思います。食べたい。食べたいです。食べていただきたい。本当ここまで来るの、本当短期間で3ヶ月で、僕ら本当にある意味何も決めずに来たというか、仕事も別に決めてないし、家も決まってないし、車も持ってないし、僕免許も持ってなかった。そんな感じで、結構大変。始まった僕らのテキサスのダラスの生活なんですけど、僕らがケータリングをしたい、ケータリングを始めたいって言ってる時も、じゃあ、まずうちから始めてみたらとか、うちの近所の人呼んでみて、試してみたらいいんじゃないっていうふうに、ケータリングのビジネスもスタートさせていただいたし、これで僕らも、じゃあ次のステップで、ね、レストランという場所で自分たちの活動範囲を広げていきたいっていうことを口に出し始めたら、いろんな方々が、あそこの場所とか使えるんじゃないとか、それこそ、アキラさん、相談してみたらとか、そういう話をしていただいて、で、アキラさんに相談させていただいたら、じゃあ一緒にやってみようよ。みたいな。こう、常にこう、人に支えられてというか、本当に人があって、テキサスの生活はここまで来させていただいているので、この感謝をずっとし続けていきたいし、そう、僕らのことを支えてくださっている方々に、それこそちゃんと僕らは仕事ができていますということを認めていただけるように、毎日しっかり二人で頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、お店に足を運んでいただき、僕らの活動をサポートしていただき、僕らも精一杯おもてなしとお料理と楽しい時間を提供できるように日々頑張りますので、今後もよろしくお願いします。わかりました。じゃあぜひ、お近くの方はレストラン行ってみてください。では本日のゲストはなみこさんとひろとさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。ゆのみポッドキャストはウェブサイト、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに。